川とっこクラブ始まるよ。パターンがどんどんこう増えて川との部屋とどっちにしようかと思ったんですけど、イラストは描いてまいりました。じゃあそっちからこっちからいきますか。いきますか。これはもう今回プラモデルなんていうワードも出てくるので、自分をプラモデルっぽく。素敵。すごいこれは。ほぼカラー。へえ。で、なんかレコードとか、はいちょっと台本っぽいものとか、あとケースとか、あと自分のフィギュア作ったらメガネは3種類欲しいって前に書いたんでメガネ3種類とか、ちょっと伏線回収みたいな小賢しいことも。こういうのって結構ささっと書けちゃうんですか？今回は前回のダヴィンチ見ながらこの顔してるあの絵のが全然早いですね。父の顔に似ているという私っていう、はい、こういう単純なイラストっぽい絵の方が、実は時間がかかりますね。いやありがとうございます。逆に言うとあれなんですね、その読者の方はモノクロで見られてるんですけど、それに対してこうやって色をつけてきてくださるっていうのが、今回は色にしちゃえと。今回はどういう原稿だったかっていうと、収集癖、そうですね、コレクションっていうものの中で、男の子なら誰しもと言ってしまうとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、プラモデル、桜井さんはレコードの前はプラモデルでしたね。一番初めはプラモデルですね。そこで、踏み外しました。だから持ち崩した感じっていうのはそこに端を発してるっていうことですよね。割と根深いってことですね。読んでてすごいちょっとおっと思ったのは、白のハーフパンツを6着っていうのが出てくるんですけど、なんでなんですかこれ？いや、それぞれにこの白のパンツはちょっと丈が長めで、腰もちょっとゆったりめで、大きく履ける感じなんだけどちゃんとデザインされている。こちらの白パンツは素材が珍しい、しかも洗うのも可能だから割と扱いやすいし、一方こっちのパンツはなんとみたいな、そんな感じでそれぞれの違いを見出し、それをきれいにハンガーにかけてそうなんですよね。そういやだから結局物を集める喜びと収納する喜びが桜井さんの場合はガッチャンコしちゃってるので、もうこれ終わらないだろうなって思っちゃったんですよ、この原稿読んで。こういうの好きでしょう的な当て推量はこっちとしては全然違うなんです。この文章めちゃくちゃ僕好きで、本当ですか？思わず二重丸って書いちゃったんですけど、珍しく褒めてくれたんですよ。だから複雑なこの野掃除的な心境ってことですよね。逆に言えばちゃんと分かってるんですよね。趣味嗜好じゃないけども好きな傾向とかは分かってて、これ好きなんじゃないですかみたいな感じで、全然違うみたいなお前は何も分かってないみたいな時もあるんですけど、気持ちは嬉しいですけどね。でもちょっと物に支配されてるところがあるので、そういう自分自身を乗りこなせなくなる瞬間ってあったりするんですか？踏み外す時ありますね。すごく好きすぎて、全く同じものを買っちゃったりするんですよね。全く同じもの？全く同じもの。例えば靴とかも、すごい気に入って、でも履いてるからいつかこの靴履けなくなる時がボロボロになって、それを想像するともう一個買っとこうみたいなことになって、もう一個買って、で入ってます入ってますし13回ですよもっと面白いこと言えよみたいな心霊ツッコミ割と厳しいかもしれないちょっとじゃあしっかり見返せる続けていきましょうかそういう全く同じものを買っちゃったりします。すごく気に入ったりすると。しますか？するんですか？一般的？これ一般的ですか？あんまり聞かないけど、やっぱ時々いらっしゃいますね。お店の人に「あれこれ前買いませんでした？」とかはいみたいな。お店の方も戸惑ってましたね。はい
同じの買っちゃダメなんですか？ちょっと嫌な感じ。2個あっちゃダメなんですか？ちょっと悪さくらいが。あなただって売れた方がいいんですよね。だって売ればいいんじゃないですか？絶対そこまで絶対やってないやってないですけど、一番いい状態は履いてるのとまだストックがあるっていう状態が最高。今すごいにこやかな顔をしました。でもそれやり始めると大変なことになっちゃうんで、はじゃあ今このシャツもすごい気に入ってるとしたらもう一個買っとかないかってなっちゃったりするんですよ。そうですよね。そのシャツで言うと、前々回の放送で V。V。そう。V かける桜井は、じゃないって。しかもパールしてますから。V とパールはもうやばい。やばい。チャラじゃない。やばい。V かけるパパールはやばい。をやってきたっていうのが。いや、これは何かの振りなのか、それとも単に忘れているだけなのか。単に忘れてる。そう、おじみが出ちゃいましたね。おじみが。おじみって言うんですか？我々界隈ではちょっと、おじみが。46歳男性声優界隈では。まあ言いますね。私47になりました。はい。おとつい。おめでとう。ありがとうございます。特に何の用意もございません。そうですよね。なんとなくわかりました。いや、いいんですよ、そんな。はい。いいんです、本当に。もうおじさん祝うのって大変じゃないですか。おじさん祝われるのも大変じゃないですか。そうなんですよね。やっぱり、こう、お祝いだっていう、そのお祝いの仕方っていろいろあって、まあ、例えば物をくれる、プレゼントってやつですよね。ケーキを用意してくれるとかっていう、そういういわゆるこう、セレモニー的なお祝いの仕方じゃない方法もあるじゃないですか。例えばもう言葉一つでもいいし、メール一発でもいいしみたいなのがあるんですけども。で、なんとなくこっちはこう考えてくれてるとか、用意してくれてるとか、動いてくれてるってことに対して、徐々に申し訳ないなって気持ちがちょっと出てくるんですよね。ごめんね、ごめん、みたいな、みたいな、そういうのがあって。で、つどつど言ってるのは、やっぱ親に感謝っていう気持ちが強まってきますよね。それなのに癖のことを、だから曲がった癖のことをこれ書いている。そうですね。僕勢いで壁の壁っていうタイトルつけちゃう。読み方自由っていう。読み方じゃっていうタイトルつけちゃうぐらい壁の話で。でも掘り起こしてみると本当食玩とかからなんだなぁなんて思って。食玩ね。いやそうですよ。そのあたりがだからビックリマンチョコとか。ビックリマンはもうどっぱまりましたね。本当イカれてたと思いますよ。あと金消しですか？金消しも筋肉マン消しゴム。もうたまらなかったですね。その買い物に付き添って手伝うふりをしてカゴにそっと忍ばせる。そうです。今の顔良かったですね。宮城亮太ばり。両チね。まあいずれ怒られるんですけどね。お互いにせよと。やっぱ怒られましたか？やっぱ怒られましたね。バレて。はい。まあそりゃそうですよね。まあ付き合ってくれてたんだなって今思えば子供の浅はかな知恵ですからね。一方で僕はすごい気になったのは、はい、この見組み立てのままプラモデルを飾っていた。そうです。子供心に、僕もプラモデル作ってたんですけど、組み立てたくなりませんか？これがならなくなっちゃってならなくなっちゃったんですよ。ならなくなっちゃって、すごいってそのランナーって言われる、この状態ですよ。ここランナーって言うんですけど、要はこの状態がすごい綺麗だって思ったんですよね。で一番初めに買ったのがその書いてある中のパーツと、あとこうボールっていう割とこうシンメトリーな、そうですね、そのロボットだったんで、この状態で収まってる姿も結構幾何学模様みたいに綺麗だったんですよ。わあすごいと思って、これがああいう立体になるんだと思ってワクワクして作ったらそうでもなかったんですよね。多分下手っていうのもあって多分その魅力的にならなかったんですよ。あんまり色とかも塗れないし、デカールっていうシールですよ。デカール貼って終わりぐらい。デカールね。みたいな感じだったんで、ちょっと違う感じになったと思って、そわそわしてでもう一回同じものを買いました。だからそれは結局つながっちゃってますよね。スニーカーを2個買う。そうですね。同じの2個買っちゃったっていうのはもうその頃から始まってます。なんで2個あるだバリバリ鉛でなんで2個あるだこれ。今の文江さんですか？そうです。
すげえな1個は作ってあるよ。そういうことじゃない。もう同じツッコミしそうになりました今回で15回目になりまして、あら1年と3ヶ月結構早くないですか？早いですね。どうですか15回。書くことなくなるんじゃねえかと思ったんですけど、はい、まだ意外と、いけるのかななんて思いましたね。今回のは初めのその書き出しのあたりとかで、はい、これいつもの文字数いくかなとかって思ったんですよね。でもその話がちょっとなんでしょうね、こういう動きを始めて、そうですね。なんか石を飛び移るそうような。ですね。なんか割と横に広がったような感じがあって、で書けたところがあるんですけど、そうですね。もう早いっていうかあっという間というかの気持ちもあれど、まだいけるのかなというのがありつつですかね。今回癖出てるって言われなかったんです。確かにね、そうなんですよ。だから癖の話癖の話書いたら癖出てるって言われなかった。そうですね。いやなんか私としたことがあと前回の放送の最後でネタがね、ありましたけども、それなのか別のものなのかどうですか？何でしたっけ？いや大丈夫、見ますこれ見ればまた鳥がそうですね。人ね、大ストック人もちょっと書こうと思って書いたんだけど、なんかちょっと難しかったんだよな。なんか責任が重くなりません？私の主観にはなりますが、主観つか見た姿にはなるけど、あんまり適当なこと書けないし、となるとちょっと止まるみたいなところがあるんで、分かんないです。いつかは書きたいなと思いつつ、次書くかもしれないし、次また全然違う角度かもしれません。交互期待です。期待してます。矢部さんにもよろしくお伝えください。やべね今月もイラストはまだ上がらないのかあいつはまだ絵を描かねえのか、それだけがすいません、だからブラックリストに入ってるかもしれないけど桜井さんでちょっと一瞬繋いでてもいいですか？なんだちょっと待ってください。なんか出てきたわ。嘘ついちゃったかもしれないですね。嘘ついたの？そうですね。おじさんにケーキ買うのっていうか僕ケーキを久しぶりに高島屋で買ったんですけどあの高島屋で。そうなんですよね。ちょっと出してもらっていいですか？じゃじゃーん。ザですよ。すごくないこれ？思ったよりまっすぐなケーキになっちゃってちょっと恥ずかしい。そうですね。彼女かみたいな。ハッピーバースデートゥーユー。歌い始めた。一人歌ってる。ハッピーバースデートゥーユー。歌ってる。ハッピーバースデーディア桜井さん。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ消しますね。お願いします。イエーイ。47歳になりました。47歳。はい。どうですか？どんな一年に？楽したい。本当に変に気張らず力まず、自分の持ち味とでも言おうか、そういうものを仕事で発揮できたらなと思いますね。コラムにエッセイにも書きましたけど、やっぱ働くってことが、すごく働きたくないなと思ってるんですよ。それはマハラジャみたいな人に
1兆円ぐらいまもらえるんだったら何もしてやるとかって思ってるんですけど、そうではない何かその、賃金的な金銭的なものだけではないなんか喜びっつうのもあるっていうのは分かっているので、そういうものをうまく仕事で還元できたらなと思います。はい。なので皆さんもゆるく見守っていただければ、応援していただければと思います。よろしくお願いします。そんな47歳、はい、櫻井孝宏さんとお届けした RPG 外伝でございました。また次回。